チャートのどこを見ても出来高の山がありますよね。でもその一本一本のバーの裏に誰の思惑が隠れているか考えたことはありますでしょうか？出来高を読むことでトレンドの継続や転換といった値動きの信頼性、さらには価格変動の裏にある投資家心理まで見えてきます。そして出来高が急増した時は機関投資家が動いている。そんな話を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。しかしそれは本当に正しいのか？今回はこの点を実際のリサーチを交えながら検証していきます。出来高の増加が本当に大口投資家の動きを示すのか、それとも別の要因なのか、この動画を見終わる頃には出来高の基本から価格との関係4パターン、トレンドの見極め、そして大口投資家の動きとの関連まで一気に理解できると思います。でははじめに出来高とはそもそも何かというところから解説していきたいと思います。出来高とは株や FX、債券やコモディティなどの金融商品において一定期間の間に売買が成立した数量を表します。チャートを開いた時にチャートの下の方に表示されているバー、これが出来高を表しています。例えば株式市場における ABC 社の1日の株式取引を考えてみましょう。朝9時のマーケットオープンとともにまず1000株分の取引が行われました。その後11時に3000株、午後になってまた2000株の取引が行われたとします。そうすると、この日1日の出来高は1000足す3000足す2000で6000となります。スーパーマーケットやデパートや観光地では、今日はお客さんの入りがいいなとか、今日は人手が少ないとか、人の出入りを見ることが商売の活発度合いを見る一つの指標になっていると思いますが、出来高もこれに似ていて、出来高というのは市場の活発度合いや参加度合いを測る指標です。ある金融商品、銘柄の取引が活発であれば出来高は増加しますし、反対に取引が閑散としていれば出来高は減少します。そのため価格が大きく動く際に出来高の増加が伴っている場合は、その価格変動に対する市場の強い確信を示唆し、反対に出来高が小さい場合は、市場参加者の不確実性や関与度合いの低さを示唆することになります。次のセクションで価格と出来高の関係について詳しく見ていきますが、このように価格と出来高を合わせてみることで、投資家やトレーダーはトレンドの発生や継続、反転を見極めるために活用することができます。さて、この出来高のバーを見ると、緑と赤の2種類のバーがあることがわかります。この色にはどのような意味があるのか、次はそこを見ていきましょう。ではまずチャートに出来高を表示していきたいと思いますが、チャートツールにトレーディングビューを使っている方は、チャート画面を開いていただいて、上にあるこのボタンからインジケーター検索画面を開きます。そしてこの検索窓のところにボリュームと入力してください。ボリュームというのは英語で出来高という意味です。出来高のインジケーターに関しては、出来高と日本語で検索しても表示されるので問題ないですが、その他のトレーディングビューのインジケーターは英語で検索しないと正しく検索結果が表示されないので、そこだけ注意が必要です。そして検索して表示されるこのボリューム、出来高というものをクリックします。するとこのようにチャートに出来高が表示されます。ではまずこの緑の出来高のバーから見ていきますが、緑のバーは価格が上昇した時、つまりこの出来高のバーに対応するローソク足が陽線になった時の出来高という意味です。同時に赤の出来高のバーは価格が下落した時、つまりローソク足が陰線になった時の出来高という意味です。ですので、ローソク足の色がそのまま出来高のバーにも適用されているというのが標準的な設定となります。ただしこれもですね、証券会社やツールによってどういう条件の時に出来高のバーの色が変わるのか定義が異なります。もう一つよくある色付けのルールというのが、前のローソク足の終値と現在のローソク足の終値を比較して出来高のバーの色を決定するというものです。例えば、現在のローソク足の終値が一つ前のローソク足の終値よりも大きい場合、現在のローソク足に対応する期間の出来高を緑で表示。反対に現在のローソク足の終値が一つ前のローソク足の終値よりも小さい場合は、現在のローソク足に対応する期間の出来高を赤で表示するというものです。例えばこちらのチャート、出来高を2つ表示しているんですが、上段が最初に解説したルールで出来高のバーの色を決定したもの。下段が2つ目のルールで出来高のバーの色を決定したものです。この青のボックスで示したローソク足に対応する出来高の色を見ていただくと、色が異なっていますよね。まず左側のこの青のボックスのローソク足に対応する出来高を見ていきたいと思いますが、まず上段の出来高を見ていくと、これはこの出来高の期間に対応するローソク足が陽線になっていますので、出来高も緑になっています。反対に下段の出来高を見ると赤になっていますが、これはローソク足を見ていただくと、この赤い出来高のバーに対応するローソク足の終値というのは、一つ前のローソク足の終値より小さいですよね。ということで、この2つ目のルールで色付けした出来高のバーが赤になっているということになります。
では今度は右側の青のボックスに対応する出来高を見ていきましょう。まず上段ですが、これはこの出来高の期間に対応するローソク足が陰線になっていますので、出来高も赤になっています。反対に下段の出来高を見ると緑になっていますが、これはこのローソク足を見ていただくと、この緑の出来高のバーに対応するローソク足の終値というのは、一つ前のローソク足の終値より大きいですよね。ということで、この下段の出来高は緑になっているということになります。ローソク足の見方については、こちらの動画で基礎から詳しく解説していますので、合わせて確認してみてください。このように独自の色のルールを設けているところもありますので、念のため使うときに定義を確認するといいと思います。トレーディングビューを使って2つ目のルールでバーの色付けをする場合は、出来高のインジケーターの設定画面を開いて、ここにチェックを入れます。で、そうすると、例えばこのバーに注目していただきたいんですけども、チェックを入れるとこのように色が変わることがわかると思います。で、どちらのルールで見ていくのがいいのか疑問に思う方もいらっしゃるかと思いますが、これに関してはどちらが正しい、正しくない、どちらがいい悪いというのはないと思います。ちなみに僕は一つ目のルールで見ています。二つ目のルールに関しては使ったことがないのでわからないんですけども、大切なのは同じ基準で見続けるということ。出来高を見るときに重要なのは色よりも推移なので、迷う方はローソク足と同じ色でいいのではと思います。ではここまでの内容を踏まえて実際に出来高をどうやって見ていくのか、知っておくべき出来高と価格の4つのパターンを解説していきたいと思います。まず最初のパターンが価格が上昇し出来高も増加するというパターンです。動画の冒頭で解説したように、出来高というのは市場の活発度合いや参加度合いを測る指標でしたよね。ですので、価格が上昇し、かつ出来高の増加も伴っている場合は、その価格の上昇が市場参加者の大きな支持を得ているということを示唆するので、その上昇を信頼度の高い動きとして捉えるというものです。実際のチャートの例を見ていきましょう。こちらはテスラ社の株価の冷やしチャートですけれども、チャート見ていただくと下降トレンドが続いていることがわかると思いますが、ここで出来高の増加を伴う反発が発生して、ここの高値をブレイク。この高値は下降トレンドにおける最後の安値更新の起点である戻り高値と呼ばれるものです。そしてそこから押し目を形成し、このあたりから出来高が再び大きく増加するとともに、この高値をブレイクして価格は大きく上昇していきます。このように出来高を伴う価格の上昇が発生しているときは、その上昇が市場の高い熱量で支持された信頼度の高いものとして捉えるというものです。続いて2つ目のパターンを見ていきましょう。2つ目は価格が上昇する一方で出来高は減少するというものです。この場合は上昇トレンドの勢いが弱まり、トレンド転換の可能性を示唆します。ではこちらについても実際のチャートの例見ていきたいと思いますが、今表示しているのは Netflix の冷やしチャートです。この付近で出来高の増加とともに上昇トレンドが発生しています。押し目の形成の部分で出来高は少し落ち着きますが、その後また少し出来高が増加して価格は反発し、ここの高値をブレイク。上昇トレンド継続になっています。そしてこのあたりからの値動きと出来高の推移に注目をしていただくと、高値更新はこのようにまだ続いていますが、一方の出来高の方はというと、ほとんど変わっていませんよね。試しにラインを引いてみると、このように横ばいからやや減少傾向にあるということがわかります。そしてその後の動きを見ていくと、その後相場は下落に転じます。では今度はすぐ右隣のこの期間の動きについて見ていきましょう。このような上昇トレンドが発生している中で、ここの部分で横ばいになった後、ここで少し高値を超えてくるんですが、対応する期間の出来高を見ていくと、このように減少しています。そしてそこから下降トレンドへ転換するというように、上昇トレンドの終盤で出来高が減少し、下降トレンドへ転換するというパターンを確認することができます。で、今回確認したポイントのトレンドが転換する直前のところにラインを引いて、ここがどういう場所なのかを対極の視点で眺めてみると、まず最初に確認したこの左側のケースについて、この紫のラインを引いておきたいと思いますが、このラインの場所を対極で確認すると、はい、ちょうどこのあたりですね。最初に確認した転換のポイントは、ここの高値の位置に該当することがわかります。この高値はスイングハイですよね。実際にインジケーターを表示してみると、このように632ドル水準のスイングハイのところに該当するということがわかります。スイングハイというのは、このように相場がうねりを築く時の起点の高値のことを言います。詳しい定義やこのインジケーターのリンクに関しては動画の概要欄に貼ってありますので合わせて確認してみてください。そして2つ目のポイントに関しても同様にトレンド転換したところにラインを引いて対極での位置を確かめると、今回はここの高値ですね、ちょうど700ドル水準のところにあるスイングハイ、ここに該当するということがわかります。はい、つまりこの高値がレジスタンスになっているということが確認できます。
このような目立つ高値というのは将来レジスタンスラインに転換するというのはよくあることですけれども、こうしたレジスタンスの候補を把握した上で、かつ出来高の推移も合わせてみることでトレンド転換の可能性を見極めることも可能です。このように出来高という指標も今紹介したレジスタンスラインのように他のテクニカルと組み合わせてみるということが鍵です。レジスタンスラインやサポートラインの把握方法についてまだ自信がないという方はこちらの動画で詳しく解説していますので、合わせて確認してみてください。では続いて3つ目のパターンを見ていきましょう。3つ目は価格が下落し、出来高は増加するというパターンです。この場合は価格の下落が市場参加者の大きな支持を得ているというふうに捉え、強い下降トレンド、または信頼度の高いトレンドと解釈することができます。1つ目のパターンの下落トレンドバージョンということもできますね。こちらは Apple 社の冷やしチャートですけれども、チャートの左側の部分ですね、上昇トレンドが発生していますが、ここを起点にして、このような高値安値切り下げの下降トレンドに転じています。そしてこの部分の動きを見ると、価格の下落に対して出来高は増加しているということが確認できます。はい、さらにチャートを進めて、この部分に目を向けてみると、ここで価格が大きく下落するのに伴って、特にここの部分ですね、出来高は大きく増加しているということがわかります。注意したいのは、出来高が多いイコール上がるではないということ。ローソク足は方向を示しますが、出来高は数量ですので方向を示しません。強さを示すので、値動きの方向性と合わせて見ていく必要があります。では最後、4つ目のパターンを見ていきましょう。4つ目は価格は下落する一方で出来高は減少するというものです。これは下降トレンドの勢いの弱まりとトレンド転換の可能性の示唆ということになります。ちょうどパターン2の下降トレンドバージョンと見ることができますね。では4つ目のパターンについても実際のチャートを見ていきたいと思いますが、今回は日本株の例を見ていきたいと思います。こちらトヨタ自動車の冷やしチャートですけれども、チャート見ていただくと下降トレンドが発生しているということがわかると思います。ここの安値を今ブレイクしてきたところにあります。この後の様子を見ていくと、はい、このように戻しを形成したところから再び下落してるんですけども、ここの下落の部分に注目していただくと、価格は下がっていますが、出来高は徐々に減少していますよね。そしてさらにその後の動きを見ていくと、はい、このように上昇トレンドに転換していったということがわかります。で、このトレンドが転換したところに再びラインを引いて、この場所を対極の視点で確認していくと、ここで1点、それからここで2点、ここで3点と反応しているサポートラインであるということがわかります。先ほど2つ目のパターンで確認したレジスタンスライン付近での動きと同様に、サポートライン付近での価格と出来高の動きを観察することで、トレンド転換の可能性を見極める、そういった使い方ができるということになります。このように出来高を見ることで、パターン1や3のようにトレンド継続の信頼性の判断や、パターン2や4のようにトレンド転換の可能性を把握するために活用することができるということになります。はい、ということで、ここまで出来高を見る上での必須パターン4つを紹介してきたわけですけれども、出来高を見るときのコツというのは、他のテクニカル要素と組み合わせて用いるということ。チャート解説の中でも、サポートラインやレジスタンスラインと合わせての見方を紹介しましたけれども、高値をブレイクするときに出来高の増加が見られた。レジスタンスラインから反落する前に出来高の減少が見られた。というように、出来高だけを見て何かを判断するというんではなくて、ローソク足の動きはもちろん、他のテクニカル分析と合わせてみることで、値動きの信頼性を判断するためのスパイスとして活用するというのがおすすめです。特に株などでファンダメンタルズを見るという方は、ファンダメンタルズと併用するのもいいと思います。さて、出来高の見方の基本パターンを理解したところで、ここからは出来高が増加することの背景についてさらに掘り下げていきたいと思います。動画の冒頭で触れた出来高の増加は大口投資家の関与を意味するのかという点についてです。相場には大きく2種類の勢力が存在します。一つは僕らのような個人投資家、そしてもう一つの勢力というのが銀行やヘッジファンド、年金基金、保険会社などのように巨大な資金を組織で運用する機関投資家、大口投資家と呼ばれる人たちです。出来高は市場の活発度合い、参加度合いを測る指標であるとお伝えしました。ただ大口投資家に比べたら圧倒的に小さい資金を運用している個人投資家の取引がいくら活発になったところで出来高が顕著に増加するということにはならないのでは。であれば出来高の増加というのはやはり大口投資家が関与しているということなのではないか。こういった考え方っていうのは感覚的にも分かりやすいですよね。でも実際のところはどうなのか。出来高が増加するということは大口投資家が本格的な買いや売りを仕掛けてきたサインと信じていいものなのか。この点ですね、僕も気になったので改めて調べてみました。
で、それも踏まえて、ここでは3つのポイントを皆さんと共有したいと思います。まず1つ目ですね。少し古い情報になりますが、1992年にアメリカのイリノイ大学、ハーバード大学、シカゴ大学の3名の研究者によって行われた研究では、機関投資家の取引がニューヨーク証券取引所の取引高の 70% を占めていると報告しています。またアメリカの金融業界規制機構によると、機関投資家の売買は株式取引高の相当な割合を占めていると言及しています。このことから出来高の大半は機関投資家の売買によって占められているという市場の構造が読み取れます。続いて2つ目です。もう一つ大口投資家の行動に関する特徴をお伝えしていきたいと思いますが、それが大口投資家というのは一度に注文を出すのではなく、分割して注文を行うという点です。彼ら大口投資家の注文というのは名前の通り金額でも数量の面でも莫大な規模に上ります。そして相場というのは買い手と売り手のマッチングで動いていくわけですから、例えば大量の買い注文を約定させるにはそうする相手、つまり売り手が必要ということになります。ただそのような莫大な注文の相手注文を探すというのはそんなに簡単なことではありません。また一気に注文を通すことで意図せずに価格が変動してしまうということも考えられます。そこで大口投資家たちは大きな注文を小口に分割して少しずつ複数回にわたって発注していくということになります。大口投資家もできるだけ市場に影響を与えないように、また自身の手口がバレないように行動しているわけですね。大きな注文が一度に約定すれば確かに極端な出来高の増加として現れる可能性は大いに考えられますが、一方で小口に分割された注文が複数日、複数回にわたって発注されることで、出来高の大きな増加に必ずしも反映されるとは限らないという点は考慮すべきでしょう。そして最後3つ目のポイントが、ミーム株のような個人投資家の熱狂が出来高の増加として現れることもあるという点です。コロナ禍真っ只中の2021年のことですが、ゲームストップというテレビゲームやコンピューターゲームの小売店の株価が3週間で25倍近く上昇するという現象が起きました。これがその当時のゲームストップの株価のチャートなんですけれども、出来高を見るとものすごい増えていますよね。実はこの大急騰劇の主役となったのが大口投資家ではなく個人投資家だったんです。当時ゲームストップ株を空売りしていたヘッジファンドに対して個人投資家が SNS 上で団結、ゲームストップの株を買い集めたことで価格は急騰し、ヘッジファンド側が大損失を被り、中には破綻に追い込まれるヘッジファンドも出てくるという個人投資家が大口投資家を打ち負かした革命的事例となったんですけれども、こういった個人投資家の熱狂的な売買が出来高の増加となって現れる例もあるということですね。この出来事についてはダンマネーという映画になっていて、これはこれで面白い映画ですので、興味がある方は見てみてください。ということで、ここまで紹介した3つのポイントを踏まえると、出来高の増加は大口投資家の関与を示唆することはある。ただし、出来高が大きく増えたからといって、必ずしもそれが大口の動きとは限らないと言えると思います。僕はですね、出来高の増加というのは、そこに大口の関与があってもなくても、市場の熱量やその動きに対するコミットメントと解釈するのがいいのではと思っています。では次に出来高を見るときの注意点について解説をしていきたいと思います。ここまで見てきたように、出来高という指標は、相場参加者の心理や大口投資家の関与の可能性など、非常に示唆に富んだ指標である一方で、すべての市場で同じ信頼度を持つわけではありません。取引の仕組みによってその意味合いが大きく変わります。例えば株式市場。株取引というのは取引所を通じてすべての注文が約定するため、出来高データはその銘柄を売買した人の総数を正確に反映しています。つまり価格変動の裏にある市場全体の熱量を把握できる非常に信頼性の高いデータです。一方で FX のように店頭取引や OTC、相対取引と呼ばれる取引形態の市場では事情が異なります。各ブローカーや FX 会社が独自に顧客の注文を処理しているため、チャート上の出来高はその会社の顧客の動きを示すに過ぎません。つまり FX 市場全体の出来高を代表しているわけではないという点に注意が必要です。株と FX の出来高データはかなり性質が違うものだということが理解していただけると思います。ちなみに僕自身は株でしか出来高を見ません。今回の動画で出来高を分析に取り入れるということに興味を持った方も、自分はどの市場で出来高を見るのか、株のように透明性の高い出来高指標だけを見るのか、それとも FX のようにブローカー限定の指標と分かった上で見るようにするのか、そこをしっかりと定めることをお勧めします。また出来高の分析を取り入れた取引手法に関心のある方は、こちらの動画も合わせて見ていただくと、より出来高の実践的な使い方がわかると思います。この動画では世界王者となったトレーダーが用いる移動平均線と出来高を組み合わせた手法について解説しています。
また今回解説した大口投資家の行動についてさらに深掘りしたい方は、こちらの動画で大口投資家の取引の特徴について解説しています。合わせて視聴していただくと、彼らの視点を垣間見ることができると思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。